はい、どうもこんにちは。本日はですね、こちらのワゴン R NH22S DI ターボのですね、車両を購入してきたんですけども、こちらの車両、セルモーターがですね、周りが悪いということで、本日はセルモーターの交換を行いたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。マーブラックノリオ TV 驚きを届けるちゃんたちの情熱どこまでもビッション。さあ、それではセルモーター交換にあたり、上からと下からと作業しますので、ジャッキアップを行いました。そして作業をするにあたり、まずはこちらのバッテリーのマイナス端子を外しましょう。そうしましたら続いて、こちらに手を入れるような感じになりますので、まずはここのインタークーラーを取り外します。そしてアクセルケーブルを外して、バキュームホースも外しましょう。そうするとこのように外れました。ただ DI の場合はですね、このユニットもプラスアルファであるので、このスロットルも外した方がいいかなと思いますので、こちらのスロットも外したいと思います。最終的にセルモーターは上から引き抜くような形になりますので、おそらくこのユニットがあると干渉して取り出せないので、容易に外せるこちらのスロットルの方を外したいと思います。はい、これでスロットルが外れました。関連するアクセルワイヤーやカプラー関係を外しましょう。はい、これでスロットルバルブが取れました。ちょっとここら辺のカプラーなんかも外しておきましょう。これでかなりのスペースができたので、もしかしたらこの後も外さなきゃいけないものあるかもしれませんが、とりあえずはある程度のスペースが確保できたかなと思います。ここから抜き出すというような感じになります。今度はですね、下の方を見ていきましょう。さあ、今度はこのメンバーの後ろから覗いているんですけれども、これがセルモーターですね。これを外して交換するという感じでやりたいんですけども、ちょっとスペースが狭いので、どこまで撮影できるかわからないんですけども、できるだけ映していきたいと思います。まずは、ここの端子と、ここの車体側からの配線を外したいと思います。はい、ということでセルモーターの方無事に交換しました。一応こちらがね外した方のセルモーターなんですけども、先ほどね下側から外した部分なんですけども、こちら3箇所と言ってたんですけども、こちらのカバーで覆われた方のナットと、あとはここのカプラーを外せば下側は特に問題ありません。そしてセルモーターを取り外した際にですね、このように車体側にこのカラーがついてるんですけども、このカラーが車体側に残ってしまう恐れがありますので、新しいのをつける場合はこうやって2つついていると当然車体に残ってるので、これが邪魔になってしまいますので、こちらを外して車体側に残っているのをそのまま使うのか、それとも車体側のやつを外してこのように新しいものを2つ使うのか、これはですねオーナーさんによって異なると思いますので、これをうまく考えて使ってみてください。そして土台でついてるボルトの方に関しましては、こちらはですねエンジンルームの方から2箇所ともに取りました。上からですね取りました。そしてこちらエンジンルームの方なんですけども、今までですね私 M ターボ S ターボのセルモーター交換と、今回 DI ターボのセルモーターの交換をしたんですけれども、 M ターボ S ターボまたは NA の車両に関してはこちらのユニットがですねないんですね。こちらは燃料の高圧ポンプかなんかだと思うんですけども、こちらが M ターボや S ターボまたは NA にはですね存在しませんので、非常にここのスペースがあるんですよ。ただ今回 DI ターボに関してはこのユニットがありますので、非常にここのスペースが狭くなっちゃうんですね。そして同様に DI ターボの場合は普段このようなパイプがついてますので、これがですねセルモーターを取り出す時に非常に邪魔をしてくれるんですね。それなので私これを今回外しました。
EGR バルブのパイプですね。そしてこのパイプを取り外すにあたって、この車両純正のエアクリーナーがここについてたんですけども、純正のエアクリーナーが干渉してちょっとこのパイプが取り外しづらいんですね。できなくはないんですけども、ちょっと取り外しづらいので、この純正のエアクリーナーも取っ払って、そしてねナットを緩めてパイプを取りました。そうしましたら、なんとか狭いながらセルモーターをねこっから引き抜く時にゴムのホースとかが結構干渉するんですけども、避けながらセルモーターをぐる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 回しながらですね、なんとかこっから引き抜くことができました。総じて感じたことは、やはり M ターボ S ターボ NA の方のセルモーター交換の方が非常に容易だなというのを感じました。 DI ターボの場合はここに高圧ポンプ、またはこっちにですね EGR とかがありますので、非常にこれが干渉してですねセルモーターを取り出しづらいという風に感じました。それでセルモーターを押さえている土台のボルトは全てですね上から外しました。ただ奥側の方に関しては比較的簡単に取れるんですけども、手前側のですねここの高圧ポンプの下あたりについてるボルトはですね、非常にこのポンプが邪魔してですね非常に取りづらいです。なので DI ターボでセルモーター交換する方はちょっと大変かなとも思うんですけども、根気があればなんとかできます。私根気ないんでちょっとボルトが外れなかったのでイライラしながらやってましたが、なんとかね交換することができましたので、 DI ターボの方は根気よくやってみましょう。さあそれでですね、これからセルモーターを取り付けたいと思うんですが、私ですねこれからちょっとワゴン R のスズキスポーツの後期型のバンパーを購入しましたので、それをですねこれから取りに行かなければならないということで、本日の作業はここで終わりにしたいと思います。また明日最高気温が5度なんですが、その中でセルモーター交換をしたいと思います。さあ、あれからですね、1週間が経過してしまいまして、雪だの出張なので全然作業できませんでした。早速ね、ばらされている状態からセルモーターをつけていきたいと思います。作業は進んでないんですけども、もうすでにスティングレーにつける予定のホイールに履かせるタイヤが新品のなんですけども、届いてます。これもですね、こちらのスティングレーにホイールを交換して新品のタイヤに交換したいと思います。乞うご期待です。今ですね、とりあえず暫定的にセルモーターを固定しました。そして、ここのボルト、ここの部分をとりあえず固定して、セルモーターを仮止めして、セルモーターをある程度固定しました。次にやるのは、このロアームの脇から手をこうやって入れて、そして手を伸ばして、ここのゴムキャップの部分に 12mm のナットがありますので、配線のリングを入れて 12mm のナットで締めました。そして、このカプラーをこのセルモーターの部分にカチッと刺しました。そして外すときですね、こちらのナット外してしまったんですけども、こちらはセルモーターから出てるアースとなっていますので、このナットは外さなくても問題ありません。ゴムキャップのところとこのハーネスを外して、そしてこっちのボルトと180度反対についているボルトを外せばセルモーターは外せます。さあ、これでセルモーターの方取り付け完了しました。一応ですね、ちょっと見えないんですけど、こっちにここのボルトと、あとここの下にあるボルトを取り付けました。そしてエアクリーナー外したらですね、ここら辺とか虫の死骸とかね、オイルがタペットガスケットカバーの影響とかブローバイでエンジンオイルが汚くなっているので、なかなかここを開けることないので、私の場合タペットガスケットカバーを交換するんで開けるんですけども、普通の人たちはね、なかなか開ける機会もないと思いますので、まあどうせだったらここも今パーツクリーナーで相対的に綺麗にしてみたいと思います。今ですね、パーツクリーナーと歯ブラシを使ってですね、軽く綺麗にしてみました。ここの可変バルタイの部分とか、サージタンクのね、ここら辺なんかは正直純正のエアクリーナーだと見えないからね、結構そのままでもいいっちゃいいんですけども、やっぱり綺麗な方がいいじゃないですか。それなので、歯ブラシでね、落ちる分だけしっかりと落としました。そして同様にここら辺周辺はまだタペットガスケットカバーからオイルが漏れているので、また走るとね、どうしても汚れてしまうんですが、一応ですね、軽く洗っておきました。また今後タペットガスケットカバーを交換するときに、また綺麗にしたいと思います。さあ、それではですね、残りの補給類関係を取り付けていきたいと思います。ここで作業に入ったんですけれども、1週間ぶりだったんで、
なかなかですね作業がうまくいきませんでした。なんでかっていうと、もう取り外した工程を忘れてしまってですね、取り付ける時にあれどうだったっけこうだったっけみたいな感じになっておりまして、だいぶ時間が過ぎてしまいました。でもまあなんとかね作業しながら思い出して、あこれもつけてたなあれもつけてたなっていうので、ネジ1本余ることなく無事に取り付けることができました。さあこれでできました。いろいろね部品を取り付けるときにあれもこれも洗浄してたら3時間ぐらいかかっちゃいました。かなりねやってました。スロットルの洗浄とかインタークーラーの洗浄とかエアクリーナーの洗浄とか様々やって、とりあえずねネジ1本も余ることもなく元に戻すことができました。当然っちゃ当然なんですけどね、できました。それではですねバッテリーをつないで、そしてエンジンをかけてみましょう。ドキドキの瞬間です。さあ最初ねバッテリー外してたんで、燃料ポンプをしっかり動かして燃圧をかけましょう。セルを回してもって感じでエンジンがかかりません。じゃあエンジンかけます。はい、かかりました。やったね。正直エンジンかからなかった車をエンジンかかるようにすると、ちょっと子供っぽいかもしれないんですけど、私は免許ない頃に初めてエンジンをかけた時の感動がですね、正直私はありますね。これはエンジンかかったの嬉しいね。ちょっともう一回やろうかな。いくよ。ほら。まあ当然ちょっと当然なんだけど、もう嬉しくてしょうがないですね。はい。これで、このスティングレー、普通にね、まず乗れるようになりました。まだまだもちろん直すところあるんですけども、とりあえずは普通のね、街乗りができるような感じになりました。ここからスタートしますよ。とりあえずノーマル状態になったということで、ここからね、スティングレーの物語が始まりますので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。とりあえずですね、私はメインカーはこちらの AZ ワゴンの MJ21S カイなんですけども、この車両も問題なく普通に乗れるようになったということで、しばらくは走行距離は弾んじゃうんですけども、もちろんマイカーなので、こちらの車をちょっとしばらく乗って、この車のコンディションとか特性とかね、やはり運転しなきゃ把握できない部分っていうのなんかを普段乗りで使ってみて、いろいろ感じて、それでね、いろいろ手直しをしていきたいと思います。ということで皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございます。ちょっとね、細かい部分とか、残念ながら見せきれない部分とかあったんですけども、ちょっとね、カメラが入らない影響で、全てを映し切るっていうことが残念ながらできなかったんですけれども、ご理解いただけたら幸いかと思います。ということで皆さん、また一つこのスティングレーも走れるようになりましたので、これから整備やカスタムなど取っかかっていきたいと思いますので、S ターボの AZ ワゴンとか M ターボのワゴン R とか、そこら辺もね、ちょこちょこ動画を上げながら、こちらのスティングレーも動画を取り上げていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと、グッドボタンよろしくお願いします。それでは皆さんお会いしましょう。さよなら。